はい、皆さんこんばんは。よへいへいと申します。今日はですね、ミニチュアペイント、から、最初の作業になる、バリ取りについて、解説の方をしていきたいと思います。はい、では、今回使うのはこちら、こちらですね、シタデルっていうメーカーが作っている、ゲームズワークショップっていうところが大元なんですけども、のウォーハンマーというゲームのシリーズから、ウォーハンマーエイジ・オブ・シグマというね、ここに書いてありますね。ウォーハンマーエイジ・オブ・シグマ。ここ。これ今ちょっとね、最新の、今流行りのこのシリーズなんですけども、これの中から、このキットの名前はここですね。ストームキャストエターナルズの、リベレーターズですね。こちらの5体入りのボックス。これわざわざですね、今日ちょっと買ってきました。買ったままの状態のキットがうちには1個もなかったので、買ったままの状態からどういう風にしていくのかっていうのを説明するために、ちょっとね、今日これ買ってきました。で今日使うのはこのストームキャストエターナルズリベレーターズっていうものになります。でついでにちょっと他に買ってきたものをね、ご紹介したいと思います。まずはこちら。ちょっと上まで乗らないので、ちょっと横にしましょうか。こんな感じ。本なんですけども、Getting Started with Warhammer Age of Sigmar ということで、先ほど説明したね、Warhammer Age of Sigmar というゲームシリーズの、本になります。中には、中見てみましょうか。ガサガサ、ガサガサ。中はですね、このような感じで、あんまりこう見せられないんですけど、このような感じで、色の塗ったね、ミニチュアの方が、結構作例というかね、プロが塗ったやつ、載ってます。色ついた状態で。あと、中にはペイントガイドみたいなものも、載ってますね、いくつか。ただしですよ。ただし、この本は日本語訳されてないので、されてないな。日本語はちょっと載ってない。全部英語なので、そこ注意点です。そして、この本ですね、おまけとしてこれ見れますかね、もうちょっと近くのこれ。さっきのですね、ストームキャスト、これリベレーターなのかな ?1 体これ入ってます。練習用ってことだと思うんですけど、結構なんかお得感のある本になってますね。さらにあと2冊本買ってきてるんですけど、これもですね、このウォーハンマービジョンズ、今ちょっと見切れちゃってますけど、このウォーハンマービジョンズっていうね、この本になります。これも同じく、中には、これ多分本の中身って見せてまずいんだよね。中には、その色の塗った状態の要は参考になるような、ものがいっぱい載ってます。丸々一冊それが載ってると思ってもらって大丈夫ですね。で、これはプロによるペイント以外にも、普通に趣味でやってる人たちの作例も載ってます。で、この本に関しては、これちょっと表紙見てもわかるよね。これちょっとよく見てもらうと、準6月号って書いてあるんで、日本語にも訳されてます。メインは英語ですけど、ちゃんと欄の横の方に日本語と、あと中国語かな、この2つは訳されて載ってるので、こちらに関しては英語わからなくても書いてある文字も読めますし、作例も見れると。なので結構おすすめの、シリーズになってます。これが1冊大体1200円ぐらいで、かなりこう厚いカラーなんでね、これちょっとあんま見せられないんでこうやりますけど、ほぼオールカラーですね。オールカラーだね。ほぼっていうかオールカラー。これね、僕は作例通りにミニチュア塗るってのあんまり好きじゃないので、作例通りに塗るっていうことじゃないんですけど、こういう出来上がってるミニチュアをね、やっぱりいろんな人がいていろんな色に塗っているので、見とくと自分のペイントの引き出しもね、増えてきますのでね、こういうのはおすすめしたい、ぜひおすすめしたい本になります。
はい、ということで、最初に戻って、これですね、ストームキャストリベレーターズ。こちらの箱を開けて、バリ取り作業の方をしていきたいと思う。の紹介の方をしていきたいと思います。じゃあ、開けてみましょう。はい、中身の方がこちら。ですね、一個一個見ていきましょう。これが、プラスチックのフィギュアのランナーって呼ばれてるものなんですけど、ランナーが1枚と、ランナーがもう1枚、ランナーが2枚と、これはですね、ベースって呼ばれてるものなんですけど、あれこれベースって呼ばれてるものなんですね。フィギュアの台座です。で、5体入りのこれ5体入り、ここに5ミニチュアって書いてあるので5体入りで間違いないと思うんですけど、今開けたこのベースには4つしかベース入ってないですよね。なんということでしょう。なんということでしょう。たまたま紹介した動画でベースがついてない。そういうこともあります。これちゃんと多分お店の人に言えばもらえますよ。僕は多分めんどくさいので言わないと思うんですけど、こういうことがあってもね、お店の方に問い合わせ、買ったお店の方に問い合わせしてもらえればと思います。4つしかないよね、やっぱり。穴も開いてないしな。いい。はい、そして、入ってたのがこちら。これはですね、説明書っていうか、プラモデルなんかに入ってる組み立て方と一緒ですね、こんな感じで。このパーツはここにつけますよ、みたいな感じでガイドが載ってます。今はパーツも全部載ってるんだ。パーツの種類とかも全部載ってますね、これ。こんな感じで。これの、インストラクションカードって言えばいいのかなが入ってます。そして最後はこちら。これデカールと呼ばれる。プラモデルやる人はわかると思うんですけども、デカールと呼ばれるもので、これ水につけてね、ミニチュア本体に直接貼り付けて使うものになります。でインストラクションカードとかは、とりあえず今回は出てきませんので、今日はですね、バリ取りということで、まずはこのランナーの状態になってる、プラスチックのミニチュア。これをどのように処理して、最終的にもうペイントができるよっていう状況まで持っていくかというのをやりたいと思います。はい、それでは、このランナーから、各パーツをね、切り離していきたいと思います。で、使うツールはこちら。これ、ニッパーですね、ニッパー。はい、でこのニッパーで、ランナーからパーツを切り離していきます。で、このニッパーは基本的にその辺のホビーショップで売ってるもので、全然問題ないんですけど、大きさは、ミニチュアだけに使うのであれば、大きさはあんまり大きくない方がいいですね、この部分。あんまり大きくない方が使いやすいです。あと、もしね、プラスチックのこういうミニチュア、プラスチックのミニチュア以外に、メタルのミニチュアとかもやりたいんだよっていう方はですね、メタル用のニッパーっていうのがあるので、おそらく材質の違いだと思うんですけども、プラ用のニッパーだとメタル切った時にこの刃が結構こぼれちゃう時があるので、メタルもやりたいよっていう方はちょっと値が張ってもメタル用のニッパーを使ってもらった方が結果的に長持ちすると思います。で、ちょっと、パーツから切り離していきましょう。どれが見やすいかな。これが見やすいかな。このボディの部分が。はい、これでパーツが切り離せましたね、これ。はい。
で、一応コツとしては、このニッパー、方向的にはですね、この下の部分って言えばいいのかな、ニッパーを、平らになるべくこう綺麗にしたい面に向ける感じです。なのでパーツ側に向けてチュッとこう切っていくような感じですね。チュッと切ってるとこ見えてないかな、これもしかして。よいしょ。じゃあ、あとこのでかいパーツ切ろうか。ちょっとカメラ上に上げた方がいいかな。このぐらいかな。で、ちょっとこれを方向を考えた方がいいかな。こうの方がいいかな。よいしょ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 と。まだくっついてる。よいしょと。まあ、こんな感じで、一個一個のパーツを切り離していきます。で、一つ注意点としてですね、まあ、パーツ切り離したパーツがこんな感じになって、ランナーとくっついてた部分、これちょっと見えるかな、これ、あれかな、ズームできるかな、ズームしてんのこれ最高か。わかるかな、これ。ピントが合わない。よし、ピント合ったかな。ここの部分ですね。ここの部分、これ。この部分。これが、ランナーとくっついてた部分の切り跡って言えばいいのかな。なるんですけども、これが大きく残らないように切り離すっていうのが、基本的にね。またちょっとカメラ少し下げていいかな。基本的にはここが大きく残らないように切り離すところなんですけども、このランナーの付き方によって、ペンチニッパーか。ニッパーが入りやすいところと入りづらいところっていうのがあります。っていうのがあるので、入りづらいところに、跡が残らないようにしたいんだっていうことで、無理くりこう、角度をね、無理やりな角度に入れて切ったりすると、結果的にこのミニチュア本体の本当は残したいところまでえぐれちゃったりとか、そういう破損しちゃったりすることがあるので、だったらちょっとこう跡を大きめに残してでも、この跡は後ででも全然取り除くことできますので、無理してね、最初の切り抜きで綺麗に切り抜こうとはしなくていいので、そこだけ注意点ですね。僕も何回か失敗してます。はい、それでは、ランナー1枚分の、切り離しが終わりました。で、私の場合はですね、切り離したパーツはこんな感じでこう袋の方にこうちっちゃいね袋の方に全部まとめてまして、本来ならもうちょっとこう半分ぐらいの大きさの袋で、頭だったら頭、体だったら体という感じで、同じジャンルのパーツごとに分けて、いつもだったら入れてるんですけど、今回はちょっと全部今一緒にこれ入ってます。パーツ細かいので切り離した後なくさないように何かしらこうケースとか、僕みたいにこう袋とか用意しといた方がいいと思います。
で、いよいよではバリ取りと言われる作業の方に入っていくんですけども、バリ取り作業ってどういうものかというとですね、これ見えるかな、もうちょっとあれかな、近づけて、はい、こんな感じで大丈夫かな。バリ取りという作業は、基本的にですね、このフィギュアのに本当はなくていいモールド、余計な部分を取り除いて、ペイントができる状態にするというのが目的です、バリ取りというのは。で、大きく分けてその取り除くものが2つあるんですけどね、2つ。1つはさっきランナーから切り離すときに少し話に出した、なんかいまいち、こんぐらいか。ここの部分、ここの部分、この、ちょっと分かりますかね、この跡がついてるところ、こことか、あと、この足の裏、見えるかな、ここの部分。それから、ここもそうですね、この太ももに当たる部分。さっきのランナーとくっついてた部分、切り離したところの跡が、残るので、これをこう平らにしたい。この部分のことを、一般的にはゲート跡って言います。ゲート跡。で、もう一つ、取り除きたいものが、これあれかな、画像で、カメラで撮ると見えづらいかな。今、ここに、このラインが通ってるの分かりますかね。こういう風に。ここにこう一本縦にこうラインがこう入ってる。で、これがよーく見ていくと、ずーっとこうラインがこう、ここで今うまく隠れてますけど、こう走ってるんですね。で、足の裏、ここをこういう感じで、通って、またこちら側を通ってるんですね。で、この線は何かっていうと、フィギュアっていうのは大体ですね、この映像でいうとこのこっち側、このミニチュアでいうところの前面側と後ろ、後ろ側、それぞれ別々の型になっていて、その型を合わせてプラスチックないしメタルをね注ぎ込んで固めて作るものになっているので、その型と型の合わせ目の線っていうのがどうしてもね作った時に出ちゃうんです。ただこれは本来のミニチュアの造形上入ってるものではないので、綺麗にしてね使いたいっていうところなんですね。これしっかりこれの取る作業をしないでから塗っちゃうと結構仕上がりがかっこ悪くなっちゃう。この線何の線みたいなってしまうので、しっかりとねパーツ確認して取り忘れがないようにしていきたいところですね。というのがそのバリ取り作業になります。でじゃあバリ取り作業に何を使うかなんですけども、まず使うのは、こちら、これはい、これデザインナイフですね。自動フォーカスしてくれるのかな、してくれないな。でこちらデザインナイフ、これは結構いろんなところで売ってます。デパートのプラモデル売り場とかにも売ってます。そういう、デザインナイフで全く問題ないですね。あとは、この平ヤスリ、平らなヤスリですね。この平べったいヤスリ、横から見ても平べったい金属のヤスリ、これも使います。